タルタルたっぷり鮭フライ弁当を作ります。はーい。薄く切ったかぼちゃをバターで焼きます。焼くだけで火が通るの？弱火でゆっくり焼いてね。ピーマンは千切りにして一緒に焼きます。種は取らないの？ヘタだけ取れば大丈夫だよ。エリンギも食べやすく切って一緒に焼こう。副菜を全部一つのフライパンで一気に作るんだね。楽ちんだね。かぼちゃが焼けたら塩コショウを振って取り出します。ただバターで焼いただけのかぼちゃだけど、娘がおやつみたいで美味しいと喜びます。ピーマンも取り出してエリンギは焼肉のタレで味付け。わあ、きのこ美味しそう。前回の動画で冷凍しておいた鮭フライを凍ったまま揚げ焼きにします。ピーマンは塩昆布といりごま、ごま油を混ぜます。秋鮭が美味しい季節だね。たくさん食べたい。揚がったよ。美味しそう。前日の夜、簡単酢につけておいたきゅうりと大根、味噌漬け卵、タルタルソース用の固ゆで卵。横着していますが、まな板で切るかフォークで潰してね。はーい。きゅうりの酢漬けをぎゅーっと絞り、マヨネーズ、塩コショウ、レモン汁少しを混ぜます。味噌漬け卵は味噌にみりんを少し混ぜて卵にまんべんなく塗っておきました。あとは詰めるだけだね。鮭は斜めにご飯に立てかけるように置きました。鮭にかぼちゃ、きのこ。秋の味覚がたくさんだね。食欲の秋だね。タルタルソースをたっぷりかけよう。あれ？タルタルに玉ねぎは入れないの？娘が生の玉ねぎ苦手だよ。そっか。このピンクのはなーに？お茶パックにゆかりを入れて、簡単酢に色付けをして、もみじ型で抜いた大根をつけたよ。全体的に茶色っぽかったのに、華やかになったね。メイヤーレモンを添えて、パセリとピンクペッパー。完成。秋のお弁当だね。せせりの柚子胡椒炒め弁当を作ります。はーい。夜に冷蔵庫に移すのを忘れてた。レンジで解凍します。レンコンを3ミリくらいの輪切りにして酢水にさらします。かぼちゃは一口大に切って柔らかくなるまでレンジで温めます。今日は何を作るのかな？今日はね、海苔巻きを作るよ。卵に白だし、みりん、マヨネーズを混ぜて、白だしの優しい味のいり卵を作ります。
いり卵ならすぐにできて簡単だね。海苔に酢飯を薄く広げて、いり卵、白だしにつけておいた庭のオクラ、巻きます。海苔巻き、美味しいよね。もう一本。海苔と酢飯、だしの風味で優しい味の海苔巻きです。かぼちゃは潰して、塩コショウ、レンコンは水気を拭いて、薄力粉をまぶしたら、かぼちゃをのせて、レンコンで挟みます。レンコンで挟むの？かぼちゃとレンコン合うのかな？レンコンはシャキシャキ、かぼちゃは甘くてホクホク。両面を焼いて、塩を振ったら、美味しいよ。へえ。わあ、美味しそう。フライパンを拭いて、解凍したセセリを焼きます。塩麹と柚子胡椒で味付けをしてあります。焼くだけ簡単だね。海苔巻き、切ってみよう。黄色と緑がかわいい。手に入れろー。ドラゴンボール。ところで、せせりってなーに？せせりは鶏の首周りのお肉でね。よく動く部分なので柔らかいのにプリッとジューシーだよ。ふむ。庭で間引いた小さなカブと人参の煮物。トマトを入れて完成。今日のお弁当、さいうまーと娘から LINE が来ました。特にせせりが最高だったそうです。前日の夜、唐揚げ用のお肉を冷蔵庫に移します。梅昆布茶唐揚げ弁当を作ります。はーい。洗ったキャベツを千切りにして、600ワットで2分温めます。人参も千切り。キャベツの水気をぎゅーっとしっかり絞ります。熱いから気をつけてね。ちょっと冷めてからだね。鶏肉に片栗粉をまぶします。卵にマヨネーズを少し混ぜておこう。この唐揚げは梅昆布茶で味付けしてあります。卵を焼いて少しかき混ぜたら、しっかり水気を絞ったキャベツをのせます。キャベツを卵で巻こう。とんぺい焼きのキャベツだけバージョンみたいだね。揚げ焼き中の唐揚げは焦げないようにひっくり返します。キャベツ巻きもう一本作ります。もしかして一人一本？そうだよ。キャベツをたくさん食べられてヘルシーだね。そうだね。
できた。人参も炒めます。おいしそう。唐揚げもできました。今まで何度か切り干し大根はお弁当の救世主と言ってきましたが、この細切りタイプの高野豆腐もさっとそのまま使えてすぐできる救世主様です。お出汁がしみしみでおいしいね。疲れた日の夕飯作りにもよく使います。さあ、冷めたら詰めよう。斜めに詰めたり、縦に詰めたり、横にしたり。詰め方はどうやって決めているの？ママはメインのおかずの形や大きさ、その日の気分で適当に決めているよ。パパさんのこのお弁当箱は深さがあって 900cc も入るから、ご飯が多くなりすぎないようにお茶碗1杯分を目安にしているよ。そうなんだ。キャベツ巻きにソースとマヨネーズ、鰹節、青のりをかけて、オクラの白だし漬けも詰めたら完成。梅昆布茶唐揚げ大好評でした。パチ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 。豚こまチーズボール弁当を作ります。この日はおにぎり？塩昆布のおにぎりと混ぜ込みわかめのおにぎり、それぞれお弁当箱のサイズに合わせて小さく握ります。パンダおにぎりはないのかな？今度作ってもらおうね。じゃがいもを小さく切ってさっと水にさらしてから柔らかくなるまでレンジで温めます。しいたけの軸を切り、石突きは落とします。軸も食べられるの？もちろん食べられるよ。小さく切って傘の上に乗せちゃうよ。ふむ。マヨネーズと醤油を少し、チーズも乗せてトースターで焼きます。おつまみにも簡単で美味しいしいたけのチーズ醤油焼きです。卵に白だしとみりん、カニカマを混ぜ、枝豆もレンジで温めます。冷凍のむき枝豆がとても便利です。剥く手間が省けて楽だね。じゃがいもはバターと塩を混ぜます。卵焼きを巻くのが面倒だなぁというとき、もう適当に半熟のいり卵にして、適当に海苔で巻いちゃって、弱火で焼いて火を通せば OK。なるほど。マッシュポテトに枝豆を混ぜて丸めておきます。豚こまチーズボールを凍ったまま焼きます。くっついてる。
焦げないように酒や水を少し入れて蒸し焼き。少し焼くとちゃんとバラバラになるんだね。ピーマンは塩コショウ。豚こまボールは焼肉のタレで味付け。前に四つ葉のフライパンで作った時より小さくコロコロに丸めました。おいしそう。おかずを冷ましている間におにぎりに海苔をつけます。小さなおにぎりのお弁当が日本のお弁当らしくて可愛くて好きです。入り卵海苔焼き。順調にどんどんおかずを詰めていましたが、入らない。気合で押し込んでみます。頑張れ。なんとかいけた。けど次は椎茸を入れる場所がない。これも気合だ。無理やり詰めたよ。梅干し、黒ごま、トマト、白いりごまを振って完成。先日お弁当に愛情がないというコメントをいただきました。あります。ご視聴ありがとうございます。またね。